これでわかるカルメン。情熱的で男性を翻弄するジプシー、カルメン。フランス人作家プロスペル・メリメが1845年に出した小説です。それをもとにジョルジュ・ビゼーが1873年にオペラカルメンを作りました。オペラと小説は若干違います。ここでは最初にできた小説の方をご紹介します。さて、どんなお話なのでしょう。ざっくりご紹介していきます。ジプシーのカルメンはセビリアで表向きタバコ工場で働いていましたが、裏で密輸団と手を組んでお金を稼いでいました。魅惑的な要望を使い、裕福な外国人の懐を狙います。ドン・ホセというバスク地方の青年が衛兵としてセビリアで任務することになりました。警護をするだけの退屈な仕事。街には誘惑がいっぱいです。酒、ギャンブル、女。ただ真面目なホセはその誘惑には負けませんでした。彼には故郷にミカエラという言い名付けがいて、両親もミカエラが大好きでした。ミカエラはカルメンとは正反対の純粋で家庭的で相手の気持ちを考える優しい女性でした。ある日、町の女たちが喧嘩をしていました。カルメンがナイフで一人の女を刺してしまいます。ジプシーは町の女性たちに嫌われていたので、よく喧嘩が起こっていました。彼女を逮捕され、ホセが見張ります。そこでカルメンがしたのはもちろん誘惑。なんとホセは魔が差したのでしょうか。彼女を逃がしてしまいます。そして彼は降格になりました。この時から2人はこっそり会うようになり、愛が芽生えていきます。カルメンは占い師のところへ行きました。実はカルメンにはガルシアという夫がいて、牢屋に入っているのですが、占い師がガルシアは近いうちに牢屋から出ると言います。夫といっても恋愛して結婚したのではなく、ガルシアにカルメンは12歳の時に買われたのでした。カルメンとしては、夫には牢屋に入っていてもらった方が良かったのです。また占い師はこうも言います。たった一つの愛が生まれ、全てを失う。あんたが自分で運命の糸を手繰り寄せる。そして死ぬ。カルメンは占い師の言葉が気になりながらもお気に入りのホセと密会していました。ただ自由なカルメン、約束はしょっちゅうすっぽかします。ホセはカルメンに振り回され探していると、彼の上司である注意とカルメンが一緒にいるところに出くわします。注意もカルメンに惹かれていました。そこで注意がホセに出て行けと言いますが拒み、争っているうちにホセは剣でその注意を刺してしまいました。身を隠さなくてはいけなくなったホセは仕事を辞め、ジプシーとしてカルメンと共にいることを決めました。ですが、カルメンの仲間は盗賊でした。ホセは悪を取り締まる側から追われる側になりました。そこに夫ガルシアが出所してきます。カルメンを独占したいホセ、決闘になり、またしても殺してしまいます。カルメンによって人生がガラッと変わってしまったホセ。その分カルメンに求めるものも大きくなっていきます。彼はアメリカに渡ってカルメンと一緒に穏やかで温かい家庭を築くことを夢見ます。ただカルメンはその時々の感情で生きてきた人、そんな生活は向いていません。こじれます。それとカルメンは占い師が言ったことが気になっていました。たった一つの愛が生まれ全てを失う。カルメンはホセに他の男の影を見せ諦めさせようとしながら逃げます。実際に気持ちはそっちに移っていて、ホセに対しては冷めていっていました。ホセがカルメンを見つけて言います。俺はお前のために全てを捨てたんだ。愛してるんだ。行かないでくれ。カルメンは笑いながら言います。私はもうお前のことなど愛しちゃいないが、あんたは私を未だに愛してるから、私のことを殺すだろうね。どうせ俺のものにならないのならお前を殺す。私は誰のものにもならないわ。嫉妬に狂った彼は、ナイフでカルメンを突き刺しました。2回刺すとカルメンは動かなくなりました。死んだら土に埋めてほしいと言っていたのを思い出し、ホセはそのナイフで土を掘りカルメンを埋めました。その後、ホセは出頭しますが、どこに眠っているかは言いませんでした。このお話、哲学者ニーチェは、宿命と運命による愛、歪んでねじれ罪なき残忍な愛、自然そのままの愛と言っています。皆さんはどう思われますか？ホセが夢見る穏やかな生活は、言い名付けのミカエラとなら叶えられたんですけどね。優しく従属的な女性を求める反面、
カルメンのような本能のままに生きる情熱的な人も求めてしまう。バスク地方で育った素朴な衛兵が女性に翻弄され、密輸業者、盗賊、さらには殺人犯へと落ちていく。見方によればカルメンはストーカーに殺された被害者にもなりますし、男を振り回して壊した加害者にも見れますね。魔性の女カルメンいかがでしたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。